この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。いやー皆さん、暑いですね。この動画を撮っているのは7月の終わり。ちょうどセミの声がし始めた時期なんですけれども、こんな暑い日はやっぱりね、アイス食べたくなりますよね。僕もですね、アイスすごく大好きで、特にバニラアイス。1週間に一度、金曜日の夕方頃なんですけど、仕事が終わって一息ついた時に、自分へのご褒美にハーゲンダッツのアイスクリームを買ってきて、ゆっくり食べるのがね、僕の至福の時間なんです。でね、先日、例のごとく撮影が終わって休憩中ハーゲンダッツを食べていたらこんなメールが来ました。斉藤直樹さん、こんにちは。はじめまして。10月10日のハートの日、これはハーゲンダッツの日でもあるんですが、その日にぜひ斉藤直樹さんが妄想するハーゲンダッツ、妄想ダッツのイラストを描いて Twitter に投稿していただけませんかって。何これ、ハーゲンダッツ食べてる時にハーゲンダッツからメール来たーっていうわけでね、なんだか運命を感じてしまいまして、今回は妄想ダッツということで、僕が妄想した妄想ダッツのイラストを描いていきたいと思います。今回はチャンネルマスコットキャラクターの一人、なぎさちゃんを描いていきたいと思います。なんかこう、なぎさちゃんは夏がすごく似合うはつらつとした女の子で、夏になるとなぎさちゃん描きたくなるんですよね。今回は線でシュ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 ッと勢いをつけてラフを描いていっております。いや、なんかおそらく斉藤直樹といえば線からではなく色を先につけていって、そこから線を描いていく、ちょっと変わった描き方をする人っていうイメージがあるかもしれませんが、僕もちょっとずつ進化しておりまして、また少し描き方が変わってきました。変わったっていうか、一周回ってまた元に戻ってきたみたいな感じなんですが、最近はですね、色面で正確さを出すよりも感覚を重視して表情を絵に込めるように描いていってるので、線画を先に描くことが増えてきたような感じがします。まだちょっと謎なポーズに見えると思うんですが、もう少ししたら何のポーズかわかると思います。でね、お察しの通り今回のテーマは和です。和服のなぎさちゃんが和の創作アイスを作って楽しんでいるところを描いていきたいと思っています。なぎさちゃん、実は3人娘の中でも一番甘党でですね、それには理由があります。なぎさちゃん、趣味がスポーツで、特に休日にはロードバイクに乗ったりして普通に100キロとか走るので、糖分がね、欠かせないんですね。普段もチョコとか飴とか持ち歩いているので、ケイちゃんとか田中ちゃんに、ほら、飴食べるってね、すぐ飴をあげちゃう癖があるんですが、そんな甘いものめっちゃ大好きな子なので、もうね、チョコレートソースをドボドボかける感じにしたいと思います。あんまり表情を顔に出すのが苦手なタイプのなぎさちゃんですが、この時ばかりは思わずにっこりしちゃっているような表情を描いていきたいですね。ちょっとアイスだけだといまいち和な感じがしませんから、他にも色々な和を感じるグッズを追加していきましょう。お盆と、あとはなんだろう、和菓子、あとはハーゲンダッツの蓋と木のスプーンと、あとお茶を立てる茶筅とか、そういうのをね、追加して雰囲気を出していきます。アイスの他に和菓子、まだ甘いもの食べるんかってね、思わずおじさん突っ込んでしまいそうなんですけど、いいんです。いやだって高校生ですから、高校生はね、もうそのぐらいペロッと食べちゃいますよ。今回も結構きっちりめに形を取ったので、いつも通り線画はほぼなぞるだけ。僕の下書きを見た人からは、下書きってそんなにしっかり描くものなのって驚かれることもあるんですが、理由はここにあります。下書きをできるだけ正確にすることで、迷いなく線画を進めることができ、線にね、勢いが生まれるんです。線の勢いを重視しながらシュッシュッってね、気持ちよく描き進めていきます。ちなみに僕が好きなハーゲンダッツのアイスは、さっきも言ったバニラアイスなんですけど、グリーンティーも甘ったるくなくておすすめです。今回描いているアイスにもグリーンティーのアイスを使っていこうと思っております。あとね、ちょっとこれは食べたことがないんですが、調べたらハーゲンダッツ30周年の時に出た限定フレーバー、桜っていうのもね、出てきて、これと合わせたらめっちゃ和っぽいな
なーって思ったのでですね、その2つのアイスを合わせて和のパフェみたいな感じにしようかなっていう感じで、今回のアイスを妄想するに至りました。さて、ここからは着彩をしていきます。なぎさちゃんのイメージカラーは黄色なので、黄色い着物にしていきます。派手な柄を入れて元気な感じにするのもありかなって思ったんですが、そうすると今回の主役であるアイスが引き立たなくなってしまいそうなので、柄は控えめにしようかなって思っております。ここからアイスを描いていきましょう。気づいた人も多いと思いますが、アイスは線を描いていません。これなんでかっていうと、お菓子とか、今回はアイスですけど、こういうものって線で先に描いてしまうと、ボリュームの調整が難しいので、先にね、線で描いていくのが結構難しいんですね。そういう場合には、色のみでまずは描いていって、形がある程度決まったら、その上から線を描くという順番で描いていくとうまくいきます。この辺は人物を描いていった時とは違う描き方ですよね。こんな風に時と場合によって描き方を変えられると、自分の苦手な能力を補完できていいと思います。ほら、見ているとわかると思うんですが、色のバランスを見ながら、この辺にもうちょっとボリュームが欲しいな、ここはもうちょっと削ろうかな、なんていう風に全体感を見ながら描き進めていっているのがお分かりいただけると思うんですね。描いている途中にも気軽にパーツを変更したり追加したりできるのが色から先に描いていく時のメリットですね。だいたい色が整ったらここから線を追加していきます。色の境目にちょうどよく線なんて描いていけんの？なんだか難しそうだけどって思うかもしれませんが、そんなに難しくはありません。やってみると意外と簡単にできますし、もしできなくてもアンドゥ機能でやり直せばいいだけですからね。こんな感じでどんどんと線を仕上げていきましょう。ちょっとここでね、僕のおすすめのハーゲンダッツの食べ方紹介させていただきたいんですが、皆さんハーゲンダッツを買ってきて食べた時こんなことってありませんか？なんだよ、硬くて全然食べれないじゃん、高いくせに食べにくいとか、マジなんだよ、俺みたいな貧乏人には食べさせねえってつもりなのか？アイスのくせにお高く止まってんじゃねえよみたいなこと。はい、皆さん一度はこれ経験したことがあると思うんですが、ですね、それ完全に間違ってます。ハーゲンダッツはですね、買ってきてすぐに食べちゃダメなんだ。まずですね、ハーゲンダッツを買ってきたら冷蔵庫に入れてください。冷凍庫じゃなくて冷蔵庫ですよ。そしたらですね、50分待ってください。これ忘れてしまうともう目も当てられないことになっちゃうので、絶対に忘れないようにタイマーを設定してほしいんですが、50分待った後でここで改めてアイスを開封してほしいんです。そうするとほら、カッチカチだったアイスがちょっとほろっと柔らかくなったような質感に変化しました。ここで食べるとうまー。なんかもうね、いつもよりもなんか心なしか甘い感じがします。これなんでかっていうと、ハーゲンダッツは他のアイスよりも空気が含まれる量が少ないので、最初の状態はかなり硬くて食べにくい状態になってるんですよね。それを程よく溶かしてから食べることによって程よくとろけて空気を含んだ状態になり、まるでソフトクリームのような食感の柔らかな口どけを体験できるんです。それとこの食べ方だと普段よりも甘みを強く感じられるのがポイントです。ぜひね、興味がある人はお試しください。別次元のハーゲンダッツを体験できると思います。ごちそうさまでした。はい。ちょっと話が脱線してしまったんですが、ここからはですね、着物の模様付けをしていきたいと思います。今回は派手な模様ではなく、シンプルな柄として、尻尾柄を描いていきます。こんな感じで、一旦当たりを取った後、別の画面に移って、パスで柄を描いていきます。今回は柄がメインではないので、そこまで正確に描かなくてもいいかなっていうことで、結構ね、適当に描いてみました。できたら、再びメインの絵に戻って、柄を着物に乗せていきましょう。でね、ちょっと進めてみたんですが、ごめんなさい。さすがにちょっと適当に描きすぎたので、もう少し正確に尻尾柄を描いていきましょう。はい。今度はね、きちっと規則的に円を配列していきます。ちょっとね、さっきはさすがに適当すぎたので書き直しました。割とこういう書き直しっていうのも作業をしているとよく発生しますが、1回目よりも2回目の方がよりうまく思い描いた形にできることが多いですので、1回目の失敗も完全にはね、無駄というわけではないですね。
尻尾柄に少し光沢を加えて、着物の布地と素材感が違う感じを追加していきます。最後、チョコレートソースを注ぎ込んでいる容器にもハーゲンダッツのロゴを追加していきます。これはね、公式のロゴをコピペすればよかったんですが、あえて今回は手書きしてみました。ロゴを手書きしていくのも割と楽しいですね。さあ、そしたらですね、この辺で背景に移っていきましょう。まず、なぎさちゃんの黄色を引き立てるような爽やかなグリーンを背景に敷いて、ここから背景に置くハーゲンダッツの蓋の模様を描いていきたいと思います。蓋はね、こんな風にパスで当たりを取ってきっちりとした円を描いていきましょう。で、背景に全く何もないとちょっと寂しいので、背景にも桜のシルエットを付け加えちゃおうかなって思います。で、蓋なんですが、まずは金色でカノコモンですね。これは鹿の背中の模様に似ているので、カノコモンというらしいですが、これを描いていき、今回のアイスはグリーンティーと桜を合わせて、チョコをかけたアイスなので、グリーンティーの緑、桜のピンク、そしてチョコの茶色を合体させて、和のテイストにまとめた蓋にしております。なぎさちゃんで大部分が隠れるので、うまいこと今描いた全ての要素がなぎさちゃんの肩越しにでも見える位置に配置することが大事なので、時々なぎさちゃんを表示しながら見え方を確認しつつ模様を描き進めていきます。周りに描いた花もちょっとだけディティールアップ。全体のイメージが大体出来上がりましたので、ここからキャラクターの陰影をつけていきます。最初にキャラクターの陰影をつけていなかったのは、全体感を確認しながら陰影の強さを調整しようと思っていたからです。こういった要素が多いイラストでは、どのモチーフをどのぐらい優先度を上げるのか、線の濃さや影の強さによって微妙に調整する必要があります。最初にあまりにも強い陰影をつけてしまうと、メインのモチーフが潰れてしまうと思ったので、普段はね、結構早めにつけてしまう陰影なんですが、今回は最後につけることにしました。それと今回はあくまでもアイスがメインなので、キャラクターの陰影は比較的シンプルにつけております。さあ、ここから最終工程、アイスの質感をアップさせていきます。よりひんやりと見た瞬間にこれ食べたいってね、思わせるような書き込みを目指しながら、アイスについた凹凸とか、口に入れた時にスーッと溶けていきそうな柔らかさ、それとこのアイスにたっぷりとかけられているチョコレートソースにもトロトロっとしたね、質感を感じるようにテカリのハイライト、質感の書き込みによって追加していきましょう。そして最後、全体を見渡して、もうちょっとここは整えたいとか、ここの陰影を強めて前に出したい、逆にここは弱めて後ろに引っ込ませようなど、モチーフごとの前後関係を陰影の強さによって調節していったら、はい、今回のイラスト、僕が考えた妄想のハーゲンダッツ、妄想ダッツ、なぎさちゃん和の桜アイス、チョコレートソースをかけて完成です。アイスに和菓子までついてるのと、あとこれ多分見逃しがちだと思うんですが、もう丼みたいなのに入ってるのでね、今隠れて見えないこの丼の底までパフェみたいな感じで、ね、コーンフレークとか、あとお餅とかね、入っていそうなんですよね。ちょっと僕みたいなおじさんには全部食べるのがきつそうなアイスなんですが、なぎさちゃんならニコニコ全部食べてしまいそうですよね。なんかそんな嬉しそうななぎさちゃんの笑顔を想像しながら、今回のアイスを妄想してみました。いかがだったでしょうか？いやー、アイス、食べ物を描くのってね、結構楽しいんですよね。今回は食べ物がテーマだったんですが、もしですね、お絵描きするときに集中力を高めてくれる食べ物があったら、皆さん興味ないですか？そんな食べ物を紹介した動画、作業の集中力アップさせる食べ物5選もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。